それでは始めます。サワー種についてですが、今回は前日に準備したものです。時間があれば当日に準備してもいいです。このサワー種の部分をすっ飛ばしてですね、サクッと次に進んでいる動画が、私の動画にもあるんですけれども、何が大事かって言ったら、もう何と言ってもサワードブレッドはこの種が一番大切です。パワーのある種を使えば8割方は成功と言っても大げさではありません。私自身、種のパワーの重要性を知らなかった頃は、作っては撃沈ということを繰り返していました。私の動画を見てくださっている方が、知っていれば回避できる失敗をしてほしくない、この美味しい香りを共有したい、そんな気持ちでこの動画を作っています。それでは始めます。仕込み前日、サワー種の準備をします。冷蔵庫に保管してあるサワー種を出して少し室温に置きます。そこに粉と水を加え育てます。この時の分量ですが、容器に入っていたサワー種が約 30g ありました。そこに今回は全粒粉 20g と水 18g を加えました。基本的に加える粉と水の分量というのは1対1なんですけれども、全粒粉の場合少し水を減らすようにしています。理由としては、なんとなく種がゆるゆると緩くなりすぎるような気がするからです。ここで重要ポイントですが、今回この元のサワー種が約 30g あったんですけれども、サワー種対粉対水というのが、一般的には1対1対1にしましょうというのが、基本的にはあるんですけれども、これは絶対ではありません。私のようにもっと多い場合もありますし、少ない場合もあります。大切なのはサワー種のパワーがあるかどうか、強めていけるかどうかです。毎日使っているようなサワー種なら 20g でも勢いよく育つし、もっともっと50g あったとしても1週間も何もせずにそのままにしていた種の場合は、今回のように粉と水を足しても勢いよくは育ちません。勢いのない種を使って仕込むと失敗します。もしも発酵力が感じられない種の場合は、リフレッシュをしてパワーを強めてから使うようにしてください。しばらく種を使わない場合っていうのもあると思うんですけれども、そういった場合は種は眠った状態になるんですね。例えば1週間とか2週間本当に何もせずリフレッシュもせずに冷蔵庫に入れっぱなしだった場合、全く使えなくなるかといったらそうではなくて、深く眠った状態になっています。そこまで放置してしまった種を再び使えるようにパワーアップさせようとすると、結構な粉を使うことになります。何日か日数をかけてリフレッシュすることになると思うので、さすがにもったいないなと私は思います。私の場合、週に2回くらいはサワードゥブレッドを焼くので、毎日は種を使っていないことになるので、そういう場合はですね、2日に1回くらい、長くても3日に1回くらいは全粒粉 10g と少し量を減らして水8から 9g ぐらいを加えて育てて、本当にちょろちょろとリフレッシュしながらパワーが極端に落ちないようにしています。それではこちらが種を混ぜた直後の様子です。これを 2,3 倍の高さになるまで発酵させていきます。管理温度は28度が理想です。これからの季節、室温が高すぎる場合は近くに保冷剤を置くなどしてください。それでは2時間半後の様子です。目安としては 2,3 時間で 2,3 倍の高さに育つ勢い、これが理想的です。このままですね、すぐに仕込みに使ってもいいですし、この高さなんですけども、ピークの高さがいいという人とピークの少しの前がいいとか、本当に考え方は人それぞれです。そして夏場はですね、あまり大きくなりすぎる前に冷蔵庫に移すこともあります。それでは蓋をして冷蔵庫に移します。これで前日の準備が終了です。翌朝まで冷蔵庫で保管します。この前日準備のメリットとしては、もう前日に準備しておけば翌日朝一番に仕込めるというのがもう何といってもメリットです。
サワードブレッド作りはですね、いろいろな作り方があって、先ほどのように膨らみのピークのタイミングで使うとか、今回のように前日に準備しておくということもできますので、どちらでも OK ですので、自分の、やりやすい方でやってください。それでは翌朝です。仕込みを始めましょう。これ冷蔵庫から出した直後なんですけども、高さがですね、もっとしぼんでる時もありますね。あとですね、今回はもう冷たいまま使っちゃうんですけども、冬場ですと30分ぐらい室温に置いておくこともあります。それではボウルにサワー種を 60g 量り入れます。この残った種は冷蔵庫に戻します。また次の仕込みに使ってください。それでは水を 130g です。同じボウルに量り入れます。ここで水温についてですが、夏場は常温、冬場は30度ぐらいのぬるま湯を使うことが多いです。例えば今の季節ですと、冷蔵庫から出したての冷たい種を、使う時なんかは30度ぐらいのぬるま湯を使うこともありますし、なんとなく今日は暑いなと感じる日は常温の水を使うこともあります。それではこのままこのボウルに他の材料を加えていきましょう。砂糖を 4g、 塩を 4g、 ここで軽く混ぜておきます。混ぜておくことで少ないこね時間でも溶け残りの心配がありません。ホームベーカリーなどを使う場合はもうそのまま加えてもらって結構です。それではここに粉を量り入れていきたいと思います。強力粉を 200g です。ここで配合についてですが、私のインスタグラムや本を見たことがある方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、一番定番の普段の配合がこちらになります。サワー種の分量の半分は粉でできています。今回は全粒粉サワー種なので、完全に粉と水の割合は1対1ではないのですが、60g のサワー種だと約 30g が全粒粉ですので、約 30g と強力粉 170g を合わせて 200g、 その粉量を 100% とした時に塩と砂糖は 2% ずつ、水は 70% という分量になります。これをベーカーズパーセントと言います。もう少し粉の量を増やして多く作りたいなという時に簡単に副材料の分量が計算できるのでとても便利です。そして今回の配合がこちらです。何が違うのかというと、強力粉が 200g です。30g 普段の量よりも多いです。そうすると 230g の総粉量になります。正確に塩と砂糖をですね 2% で計算すると 4.6g ずつになるんですけれども、正直ですね、パンの材料の計量って大さじ1とか小さじ1とかざっくり測っている人もいるんですね。ですので常に安定した味にしたいと思う方はベーカーズパーセントできっちりと測ってください。そこまで気にしないよという方はざっくりでも大丈夫です。ただし水の分量はざっくりすぎると扱いにくくなるのでご注意ください。なかなか本題に進めなくて申し訳ないんですけれども、少し補足をさせてください。イーストを使ったフランスパンなどの場合、イースト量が 1g と2g ではかなり発酵力が変わってきます。ざっくりすぎる計量に注意をしましょう。イーストに関してはできれば 0.1g 単位で測れるものを使うとより安定したものが焼けます。それでは本題に戻ります。こねに進みましょう。このように初めからスケッパーを使ってこねても構いません。今回はヘラーで始めたいと思います。こねるというよりは混ぜる程度のこね方です。スケッパー、ヘラごねは手が汚れにくいのでおすすめです。このように初めは少し粉気を感じると思いますが、そのまま進めていきましょう。スケッパーを使ってヘラをきれいにします。
スケッパーの丸みを使ってボール周りをきれいにしながら進めていきましょう。こね時間は約2分くらいですが、もっと力を入れてガーッとこねてしまえば1分くらいでこねることもできます。目安としてはざっとまとまれば OK、そのくらい気楽に考えてください。このように左右に揺らすようにしてこねると簡単にこねることができます。今回のパンはサワダネが入っているので、普通のフランスパンのイーストで作るフランスパンの生地と比べると、この手首にかかるこの重さが少し重くは感じるんですけれども、それでもこのようにヘラやスケッパーを使って簡単にこねることができます。このようにボール周りをきれいにしてざっとひとまとめにします。はい、それではこのくらいでこね上がりです。もうざっとまとまった程度です。それではカバーをして発酵をひとまず45分取ります。理想は約28度管理です。今回は発酵機を使いました。室温が26度くらいあれば室温管理で十分です。真夏など暑すぎる日は発泡スチロールに保冷剤を入れるなどして、できれば27から28度の環境が作れるようにしましょう。はい、それでは45分が経ちました。ここで1回目のパンチをしたいと思います。手に水をつけるとパンチがしやすいです。このように引っ張ると生地がだいぶ緩んできているのがわかると思います。今回はこのようなこねるようなパンチをしたいと思います。このパンチについてですが、初めのこねでしっかりとこねてある生地の場合は軽めのパンチで構いません。今回のような初めが簡単なこねの場合はこのようにこねるような強めのパンチをして生地をこねの続きをするようなイメージでパンチをしていきます。このようにボール周りを使って表面を張らせるようなパンチをするのがおすすめです。ここでボウルに軽く油脂を振っておきます。今回はこのようなスプレー式のオイルを使ったんですけれども、ない場合はバターやサラダ油などを薄く塗ってください。それではカバーをして再び45分の発酵を取ります。28度管理が理想です。はい、それでは45分が経ちました。この45分というのは私の朝の仕事の都合で45分にしているだけなので、1時間取ってパンチして1時間、そういう風でも構いません。それでは2回目のパンチをします。この生地を持ってみると1回目の時よりもだいぶ生地の感じがふんわりとしているのを感じると思います。2回目のパンチはこのように丸め直す程度の優しいパンチにしたいと思います。それではカバーをしてここから冷蔵庫に移します。冷蔵発酵を5から8時間取ります。今回は野菜室を使いました。普通冷蔵庫よりも野菜室の方が温度が高いため発酵は早く進みます。自分の使える時間に合わせて発酵の場所を変えてください。はい、それでは約6時間後の様子です。野菜室に入っていたということもあってかなりふっくらとしています。もう少し気泡が欲しいなと思いますので、室温に戻しつつ発酵を進めていきたいと思います。野菜室管理だと夏場の出し入れが多かった時などに発酵オーバーになることもあるので、くれぐれも注意をしてください。はい、それでは1時間が経ちました。もうかなりふんわりとしています。
今回室温に1時間置いたんですけれども、冷蔵庫から出した時にもっともっと大きくなっていればすぐに成形に進むこともありますし、普通冷蔵庫に入れていてもっと小さい時は2時間とか3時間とか室温に戻すこともあります。それでは台に粉を振って生地を出します。それでは成形をします。まずはじめに下側に粉を送り込みます。少しだけ粉を振って上からガスを抜きます。ここでざっと四角に伸ばします。三つ折りをします。時間がなければもうすぐ上からくるくると巻いてもらってもいいんですけれども、今日のこのぐらいの生地感だと少し休ませた方がより綺麗に成形できますので、このまま少し休ませます。ベンチタイムを約15分です。もう何でもいいのでこのようにカバーをしてください。はい、15分が経ちました。先ほどのかぶせておいた容器をそのまま使って発酵容器を準備したいと思います。このようにキャンバス布を使って溝を作ります。この布は硬い布を使って代用することもできます。それでは成形の続きをします。ここでこのように下に貼り付いていないか確認をしましょう。ここで台にくっついてしまっていると結構生地が傷んでしまいますので、粉を少し振ってくっつかないようにしてください。上から巻いていきます。今回はこのようにキュッキュッキュッと巻いているんですけども、もっとゆるゆるっと巻いてもどちらの成形でも構いません。やってみて自分が好きな内装や食感になるようなそんな成形方法を見つけてください。今回は結構きつめにこれは巻いているやり方になります。この最後の閉じ目はなんとなくこの丸みを持たせているようなイメージを持って押さえていきましょう。ベタつく時は少し粉を振ってください。閉じ目は軽くつまんでおきます。この横側を軽くつまんでおきます。つまんでおいた方がクープが綺麗に開くような気がします。今回の生地は普段よりも湿っている感じがするので、このように少し多めの手粉を使って転がして形を整えたいと思います。閉じ目は下側にします。それでは発酵容器に移します。ここで形を整えておくことも大切です。この溝には少しゆとりを持たせてください。それでは蓋をして発酵を約1時間半から2時間取ります。理想は28度管理ですが、低めに管理して発酵を長引かせることもできます。また生地の戻し時間によっても最終発酵の時間は前後します。時間ではなく大きさで判断してください。この動画を編集している今日はですね、室温が30度もあるので、この日はあっという間に生地が育っていきます。暑すぎる場合は容器の中に保冷剤を置くなどして発酵のペースを遅らせてください。はい、それでは1時間半経ちました。このぐらいふっくらしたら完了です。こちらが発酵の目安です。種のパワーや発酵の取り方によって最終発酵の時間はかなり変わってきますので、時間ではなく大きさで判断してください。今回表面がかなりしっとりと湿っています。後で注意点があります。
牛乳パック2枚にオーブンシートを重ねます。牛乳パックは厚い天板に生地を滑り込ませるときに便利です。ここで注意点ですが、先ほど生地の表面が湿っているという話をしたんですけれども、この生地をですね、プラスチックまな板ですくい上げた時に湿っていると本当にここにくっついてしまうんですね。もうそうすると一気に表面が傷んでしまいますので、生地が湿っている時の対処法がこちらです。このようにキャンバス布をですね、そーっと剥がして布の乾いている部分っていうんですかね、そういうところでこの生地の水分を少しだけ取って、このベタつきを抑えた後で生地をすくい上げたいと思います。それではクープを入れます。ここでですね、今回生地が湿ってたということもあって、このようにほんの少しだけ粉を振りたいと思います。クープっていうのは乾いてる、少しだけ乾いてるフランスパンに入れるとすごいかっこよくスパンと切れるんですね。湿ったままやると突っかかるっていうんですかね、うまくいかないんですよね。なので今日は粉を振ってみました。このようにスパッと1本カットを入れます。スチーム用の水を 80cc ほど用意をします。そしてカットラインにオイルを垂らしたいと思います。もう邪道かもしれないんですけれども、もう安定して綺麗なクープが開きますよ。オーブンは天板、タルト石とともに最高温度に予熱しておきます。それでは焼きましょう。牛乳パックを使って熱々の天板に生地を滑り込ませます。すぐにスチーム用の水をタルト石にかけます。扉を閉めてそのまま4分放置します。スチームが心配な方は霧吹きをしてから焼いてください。4分後、温度設定を230度に下げて13分焼きます。残り 2,3 分頃、天板を前後入れ替えて焼きムラを予防します。必要があれば焼き時間を調整してください。1分追加して14分で焼けました。パワーが強めのサワー種だとこのように軽い焼き上がりになります。またサワー種の使用量によって内装の雰囲気はかなり変わるので、よかったらいろいろと試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。